私の名前はかよこ。夫のひとしさんとは、もともと会社の上司、部下の関係だった。入社してすぐの私は、当時係長をしていた上司である夫に一目惚れし、猛アタックした。お恥ずかしいことに、年齢イコール彼氏いない歴だった私にとって、あれほどの衝撃は初めての感覚。それでこの人を逃したら、一生結婚どころか彼氏すらできないのではと思っていた。だから5歳以上年齢が離れていたものの、なんとかお付き合いできないかとアピール。最初のうちは軽くあしらわれていただけなのだが、私が本気だと伝わってからは真剣に向き合ってくれるように。そうして入社して3年目、私たちは晴れて恋人同士となった。その3年後には同棲期間も経てプロポーズを受け、27歳の時に結婚。しばらくは夫婦の生活や仕事のこともあって妊活はしないでいた。そして私が29歳の時に息子であるカイトを授かり30歳で出産。しかし息子は生まれつき体が弱く頻繁に体調を崩すように。それは1歳を過ぎてからも変わらずで、育休明けも何度か保育園から呼ばれることが多々あった。周りの人たちは気にしなくていいと言ってくれるが、頻繁に相対することに対して私は後ろめたさを感じるように。職場への迷惑はもちろん、体の弱い息子を保育園に預けてていいのかと。夫にもその心境を打ち明けたら、専業主婦になって息子のそばにいてあげたらいいと言われた。この当時の夫は係長から課長になっており、現在は部長へと昇進済み。だから夫の稼ぎだけでも十分な暮らしができると判断した私は、息子のために仕事を退職。そして結婚して数年が経った今、息子は5歳の誕生日を迎えた。だが最近夫に対して私はある感情を抱いている。それは疑惑や恐怖。息子がまだ小さかった頃は優しくて家庭的な人だった夫は、息子がイヤイヤ期に入って以来、家のことや育児に消極的になった。おそらく仕事で疲れているのに何をやっても癇癪を起こす息子の相手が面倒だったのだろう。だんだんと家事育児は私に任せっきりになり、残業や接待といって家に帰らない日も増えていった。これが疑惑だ。この先、夫のこういった行動が悪い方に転がり、いずれは家族を裏切るのではないか、と。そして恐怖というのは、夫が時折私に対してナイフのような冷たく尖った視線を向けるようになったことだ。確かに夫は最初からクールで、あまり喜怒哀楽をはっきり表すようなタイプではなかった。それでも嬉しい時は笑うし、悲しければ泣く普通の人間。しかし最近、私の前では冷たい表情しか浮かべなくなったのだ。もちろん息子がいる時は普通なのだが、私と二人の時だけひどく冷たい態度を取るように。その時の夫の視線をわかりやすく例えるなら、ゴミを見るような目。そういう夫の態度に私は頭を悩ませ、距離を感じたため、恐る恐る聞いてみることに。最近どうしたの？ずっと怒ってるように見えるけど。すると夫はこちらに見向きもせず淡々と答えた。はあ？いやいや、お前が働かないからこっちに金の負担が寄ってるんだろ？そのくらい察しろよ。声を荒げたりするわけではないが、何の感情も込めずに放たれた機械のような言葉に、私は言葉を詰まらせる。夫にとっては働かずに専業主婦をしている私も、体が弱い息子もお荷物なのだ。最初はあんなに家族思いだったのに、一体何が夫を狂わせてしまったのか。ただ、夫がいなければ現状生活ができないため、私はそれ以上追求することをやめた。しかし、ある時、我が家に不幸が舞い降りる。それは息子の癌。不幸中の幸いは、手術をして数年の経過観察は必要なものの、早期発見だから治る可能性が高いということだ。実はここ最近、息子の調子が良くなく、かかりつけ医に相談をしたところ、大学病院を紹介された。そこで精密検査を受けてから、癌が発覚したのだ。
ショックだったものの、医師に、お母さんがカイト君のことをよく見てくれていたから、早期発見につながったんですよ。という言葉には救われた。息子もしっかりと話を聞いて、癌と向き合う決意をしたため、私もそんな息子を支えなければと自分を鼓舞する。その日の夜、夫に息子の癌を打ち明けると、意外にも驚いていた。やはり私のことはもうどうだっていいけど、血を分けた息子が癌と聞けば、多少なりともショックなのだろう。そう思うと安堵のため息がこぼれた。まだ夫にも人の心はあったのだと。だがしかし次の発言でその思いは打ち砕かれることに。まあでも、俺がしてやれることは何もないし、母親である佳代子がそばにいてやれよ。俺、そんなことで仕事休むとか無理だし。まさか息子の癌をそんなこと呼ばわりするだなんて全くの予想外。驚きのあまり私は目を見開いてしばらく夫のことを見つめていると、夫はめんどくさそうにしつつこう続けた。俺は一家の大黒柱だから、俺の苦労も分かってくれよ。な。まあ、カイトには治療頑張れって言って励ましておくからさ。とだけ言って席を立った。そして宣言通り息子に対してエールを送る夫。しかし、どこか人事のような態度の夫に、私は余計疑惑の念を抱かざるを得なかった。そして、息子の癌の手術1ヶ月前のある時、夫から突然の報告を受けた。来月、カイトの手術日があるじゃん。あの日からしばらく出張になったから、手術のこと含めてもろもろ、あとはよろしく。急な出張というのに怪しさを感じる。しかも、よりによって息子の手術の日からだと。そんな偶然があるのかとか、あったとしても日程を1日くらいずらせないのかと思った。私が息子の体調不良で何度も早退しても嫌な顔一つせず助けてくれたいい職場。だから手術をする日となれば1日くらいずらしてくれるのではないかと勝手ながら思っていたのだ。だが先方の都合もあるのでそれはできないと。ねえ、どうにかならないの？手術は絶対じゃないし、万が一の時は。私がそう言うと、夫は遮るようにして大きなため息をつき。そん時はそん時だろ。連絡入れてくれたらすぐ戻ればいいし。手術なんて俺たちは待つことしかできないのに、両親が揃って病院にいたって意味ないだろ。なんてことを言ってきた。たった5歳という小さい体で全身麻酔に耐え、癌という恐ろしい病と戦っている息子に対して、こんな酷なことを言う親がいるのだろうか。本当にこの人が息子の父親なのか怪しくも感じるほど。まさか自分が選んだ夫からこんなにも残酷な言葉が出てくるとは夢にも思わなかった。確かに待つことしかできないと言われたらそれまで。しかし子供が手術に耐えている間に親が無事を祈ることは果たして意味がないことなのだろうか。そう思った瞬間、私は今まで夫に感じていた愛情が家族を守るための偽りの感情ではないかと思うように。私は息子のことを命に変えてでも守りたい存在と思っているが、夫はどうも違うようだ。息子の前や外ではいい父親を演じているが、夫にとって息子とはその程度の存在。自分をよく見せるための道具にしているのではないかと思った。夫の急な出張や手術日と被るという点だけでも怪しさは満点。すぐにでも問い詰めてやりたい気持ちでいっぱいだったが、現段階では時期尚早だ。もっと言い逃れができない証拠を確保してから切り出す方がいい。それに、ここで私たち夫婦に亀裂が入り、息子を不安にさせるのはいけないと思った。だから、喉元まで出てきた不穏な感情を飲み込み、そうだね。じゃあ、出張先でもお仕事頑張ってね。と、作り笑いを浮かべ、必死に内に潜む心の闇を隠すように、表面だけの言葉を絞り出した。そんなある時、元職場の同僚であり友人から連絡が来る。今度よかったらランチにでも行かないかと。実は数日前にこの友人とは
スーパーで鉢合わせていたのだ。その際に私がやつれていることや元気がない様子を心配しており、こうやって気を使って言ってくれたみたい。しかし、病気の息子を置いてランチだなんていいのだろうか。そう思っていると、息子がこんなことを言い出した。ママ、この前お買い物してた時に話してたお友達と遊びに行くの？その言葉になんて返そうかと悩んでいると、息子はにっこりと笑顔を浮かべてこう続ける。僕、おばあちゃんの家に遊びに行きたい。ねえ、いいでしょ？私の心境を察してくれたのか、そう言ってくれた。まだ5歳だというのに、なんて母親思いの息子なのだろう。そう思うと涙が止まらない。実は息子もここ最近、私がずっと元気がないのを知っており、心配してくれていた。頭痛がするといえば頭痛薬を持ってきてくれたり、お腹が痛いといえば毛布をかけてくれたり、すべて私が息子にしてあげていたことを息子は覚えていて、私にやってくれていたのだ。結局、息子をうちの実家へと連れて行くことに。すると、両親も私があまりにもやつれていたため心配し、話を聞いてくれた。そして、友人にランチに誘われたことを話すと、両親も息子も行ってきたらいいと言う。だから、お言葉に甘えて短時間だが、友人と久々に外食に行くことにした。そして待ち合わせ場所に着き、先に来ていた友人に、急だったのに時間作ってくれてありがとう、と言うと、ガヨコが心配だからさ、ほら、寒いし、早く中に入ろう。今日は私がおごるから。この前ボーナスたくさん入ったんだ。なんて明るく言うものだから、その優しさにまた涙がこぼれ落ちる。私はここ最近泣いてばかりだ。そして食事をしつつ、息子の癌のことや夫のことを相談。すると友人は話を聞いていた時よりもさらに眉間にシワを寄せていった。急な出張？いやいや、部長にそんな予定なかったと思うよ。私、これでも今は課長やってて人事にもつてがあるし、調べてあげるよ。と言われたのだが、申し訳ない気持ちもある。私のために友人や元職場に迷惑をかけていいのかと。だが友人は一度言ったことは必ず守る人で、週明けの月曜日にはすぐに動いてくれていた。そして驚きの報告を受ける。調べたけど、やっぱ部長に出張の予定はないよ。代わりにカイト君の手術日から数日、有給申請をしているね。それと、部長が使ってる会社のパソコン調べたら、友人から言われた言葉に私は絶句。なんと、夫は会社のパソコンを利用して旅館や飛行機の情報を漁っており、チケットを取っていたことが発覚したそうだ。また、業務上必要のないメッセージアプリが入っており、知らない女性とやり取りをしていると。もうそれだけで十分だった。調べてくれてありがとう。最後にお願いなんだけど、その飛行機の座席、どこ取ってるか教えてくれない？この時、私はある計画を考えていた。そして翌月、息子の手術1週間前のある時、息子が風邪をひいてしまい、この調子だと来週の手術、もとい、全身麻酔をすることが難しいと言われた。だから手術が延期に。きっと私の不安が息子にも伝染して風邪をひいたのではないかと申し訳なく思った。だが、それならいっそのこと、不安のもとを断ち切る方がいいのでは。だから、あの時考えて実行するかしまいか悩んでいた作戦を実行することに。実は私、行くかどうかは別として、あの後すぐに夫の飛行機の座席の真後ろの席を確保しておいたのだ。最悪、探偵を雇って私の代わりに調査をしてもらうという手もあったため。だが、この際私が直接確認して問い詰めた方がいいのではないかと思った。だから、手術延期のことは夫に言わず、こっそりうちの両親と義両親に夫のことを暴露。特に義両親は大激怒していて、義父は拳をぎゅっと握りしめていた。みんな病気と戦う息子をないがしろにする夫を許せないのだ。そして私は両家の協力を得て夫を尾行することに。フライト当日、
夫は息子の手術に対して、どうせ大したことじゃない。まあ、あとはよろしく。と言って出て行こうとする。今から自分がどんな目に遭うのか、想像すらできずに不倫旅行へ行こうとする夫を見ると、私は我慢できずに半笑いになって、本当にこんなことして大丈夫？何かあった時はあなたに全部責任取ってもらうわよ。と言うと、夫は急に笑って気持ち悪いと言い、逃げるようにして家を出た。そして空港で帽子と大きなサングラスを身につけ、芸能人気取りの相手女性と合流し、まるで夫婦のようにイチャつきながら機内の席に着く。その後ろに私もスタンバイし、会話を聞いた。マジでうちの嫁使い物にならなくてさ、家事は適当だし、子供は癌で治療費がかさむし。ああ、早くあんな嫁とは離婚して、お前と一緒になりたいわ。夫はしばらく女性に対して私や息子の愚痴を話していた。最初のうちは録音することを優先にしていたのだが、だんだんと耐えられず、ついに私は夫に声をかけることに。私も離婚したいんですが。すると、後ろから私の声がして、夫はぎょっとした様子で振り返ってこちらを凝視。ちらっと見たが、女性も焦ったような表情を浮かべている。その顔にどこか見覚えがあったのだが思い出した。あら、レーナじゃない。見ないうちに少し老けた？数年前だけど、結婚式に来てくれてどうもありがとう。なのにどうしてうちの夫と一緒にいるのかしら？そう皮肉を言うと、浮気相手の女性、もとい私の友人であるレーナは引きつった笑みを浮かべた。まさかこの二人が繋がっていただなんて。ああ、やっぱり二人は不倫旅行だったのか。ねえ、ひとしさん、これどういうことなのかわかるように説明してくれるよね。私がそう言うと、最初は驚いていた夫が突然逆ギレ。お前こんなところまでついてきて何やってんだよ。今日はカイトの手術の日だろ。病気の息子を放ってこんなことして最低だ。カイトがかわいそうだ。と大声で怒鳴ってきた。私たちの会話を聞いている他の乗客は、いぶかしげな顔でこちらを見てくる。だから私はわざとらしくこう言った。いやいや、それ特大ブーメランだから。カイトは最近調子が悪くて、手術は1週間延期になったの。あと、このことは、うちの親はもちろん、ひとしさんのご両親にも話しているから。ブーメランという言葉にグーの音も出ない夫。言ってなかったとはいえ、息子の手術の日を知らなかったのか、とか、不倫旅行なんて、とか、そういうひそひそ話が聞こえてきた。それに対して、夫は顔を真っ赤にさせる。プライドだけは異常に高い夫だ。この状況はよほど恥ずかしいのだろう。レーナも機内だからと取っていた帽子やサングラスを再び身につけ、顔を隠してうつむいた。それからしばらくして空港に到着し、私は夫たちを捕まえて説教。多分1時間から2時間近くは空港ロビーで説教していたため、周りの視線が突き刺さる。だが、野獣馬となって聞いていた人たちは、みんなこぞって夫たちを責めるようなことを口にしていた。それはもうひどい言われよう。現に悪いのは夫たちなので、夫たちに傷つく権利はないのだが。そして私は、ひとしきり言いたいことを言った後で、離婚届を見せた。離婚したいって言ってたわよね。ならお望み通り離婚してやるわよ。ただし、養育費と慰謝料は支払ってもらうし、あの家も競売にかけて、きっちり財産分与として半分いただくから。異論はないね、と圧をかけて言うと、夫は力なくうなずき、レーナもしくしく泣いている。泣きたいのはこっちだって言うのに。ともかく、ボイスレコーダーにも、二人が離婚後のことについて同意したことも証拠として残せたし、私はニヤッと笑って切り札を切った。今回のこと、会社にも協力してもらったの。で、ひとしさんの会社用のパソコンを調べた際、横領が発覚したって言ってたよ。数年にわたって管理しているお金を猫ばばしてたのね。最低だわ。そう言うと、夫は顔を真っ青にさせて叫んだ。は？会社のパソコンそこまで調べたのか？嘘だろ。
まさか横領をしていたとはレイナも知らなかったようで、ぎょっとして夫を見つめている。私は夫にとどめを刺せたことで、すっきりとした気持ちで再び飛行機に乗り、息子たちが待つ実家へと戻った。その後、私と夫は正式に離婚。元夫は総額数千万以上を横領していた事実が発覚したせいで、損害賠償請求を受けた後、懲戒解雇されたそうだ。現在は知人のつてを使って何とか再就職したものの、前の会社での不祥事や、不倫して慰謝料と養育費による借金を抱えていることがバレて、白い目で見られるように。稼いでも借金でほとんどお金が飛んでいき、親から絶縁され、しまいには交友関係も破綻して地獄のような極貧生活を送っているらしい。不倫し、家族をないがしろにしたものの末路としては妥当だろう。レーナにも同様に慰謝料を請求。彼女と私は高校時代の同級生なので、一気に噂が広まり、こちらも友達がみんな離れていった。その過程で、ある友人の彼氏を寝取ったという過去が掘り返され、地元にはいられなくなって、どこか遠くの地に引っ越したそう。二人とも自業自得だ。一方で私は元夫と離婚してからすこぶる調子が良くなり、息子もそれは同様。無事手術は成功し、転移も認められないことから、要観察ということになった。昔は体が弱くて外で遊べなかった息子も、今や中学生。中学生になったら絶対サッカー部に入ると言い続けていて、それを叶え、今は仲間たちと切磋琢磨しながら部活を頑張っている。来月の試合もスタメン出場するそうだ。そしてシングルマザーになった私は、息子と両親と4人で暮らしている。だが、あのクズ男がいなくても、十分幸せで充実した毎日を送っており、幸せいっぱいだ。